いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。さて、今回のテーマ、釣りと台風です。いきなりですが、結論からお伝えします。台風が近づいているときは、絶対に釣りには行かないこと。これが何より大切なルールです。そして台風が去った後も、もう大丈夫だろうと油断せず、状況をよく見極めることが大切です。命あっての釣りです。安全を最優先に楽しい釣りライフを送りましょう。それでは本日の目次です。台風ってどんな現象？釣りとの関係は？台風の前や後は釣れる？その噂、本当？台風で起こる危険な現象と理由。台風が過ぎた後の釣り場の変化。台風と釣果の関係って？台風時の正しい行動マニュアル。台風が過ぎた後に釣りに行く時の注意点。行くべきかやめるべきか、台風前夜釣り人の心の揺れ。それでは順に見ていきましょう。台風ってどんな現象？釣りとの関係は？台風とは熱帯の海上で発生する強い低気圧のこと。日本では最大風速が秒速 17.2 メートル以上のものが台風と定義されています。この台風、釣りにどう関係するかと言いますと、フィールド全体がガラッと変わるんです。例えば、海の潮が不規則に流れたり、魚の群れが離れたり、港や河口にゴミが大量に流れ込んだり、風でキャストもままならなかったり、うねりで立っているのがやっとになったり、台風はちょっと釣りに行ってくるかという気持ちでは到底太刀打ちできない自然の猛威です。台風の前や後は釣れる？その噂、本当？台風の前は魚がよく釣れるらしいよ。台風一過は爆釣だって聞いたことある。そんな噂、耳にしたことはありませんか？確かに低気圧の接近によって魚の活性が一時的に上がることはあります。特に台風が来る直前、気圧が下がるタイミングで餌を荒食いする個体もいます。ですが、それは非常に限られたタイミングでの現象です。さらに台風直後は風や波が収まっていないことも多く、釣り場は危険な状態。地形も変わっていて、落石や増水、滑落のリスクも高まっています。釣れるかもしれないは戻れないかもしれないと表裏一体。無理は禁物です。台風で起こる危険な現象と理由。ここで台風がもたらす危険について見ていきましょう。まず突風。突然吹きつける風で体ごと持っていかれそうになります。次に高波やうねり。時には防波堤を越える波もあり、巻き込まれると命の危険が。急な増水も要注意。特に川や河口では一気に水かさが増え、流される危険があります。さらに落雷も釣り人には身近なリスク。ロッドが避雷針のような役割をしてしまうこともあるのです。そして雨による視界不良。足場の安全も見えづらくなり、判断力も鈍ります。これらのリスクを天秤にかけてまで釣りに行く価値があるか、ぜひ自分自身に問いかけてみてください。台風が過ぎた後の釣り場の変化。台風が通り過ぎた後、釣り場はどうなるでしょうか？護岸やテトラが壊れているかもしれません。大量のゴミや流木が浮いているかもしれません。水温や塩分濃度が急変し、魚がいなくなっている可能性もあります。見た目はいつも通りでも水の中は全く別の環境になっているかもしれません。特に浅場やサーフでは地形そのものが変わっていることもあります。釣果が変わるというよりも、まずは釣り場が安全かを第一に考えましょう。台風と釣果の関係って、では台風と釣果の関係はあるのでしょうか？答えはあるにはある。ただし安全が確保されていることが前提です。例えば河口にベイトがたまり、シーバスが狙いやすくなる。濁りを好む魚が活性化する。サーフにヒラメやマゴチが接岸してくる。こうした状況はありますが、危険な状況を押してまで狙うものではありません。潮の動き、風、濁り、
水温などを事前にチェックして安全と超過のバランスを取ることが大切です。台風時の正しい行動マニュアル。ここで台風時の基本的な行動指針をご紹介します。基本ルール。台風が近づいたら釣りは中止。最新の天気予報をこまめにチェック。多分大丈夫は一番危険な考え方です。前日までにできること。長行予定は柔軟に変更できるようにしておく。無理に誘わない。無理に付き合わない。車中泊や港での待機は絶対 NG です。自然の力を侮ってはいけません。台風が過ぎた後に釣りに行く時の注意点。台風が通り過ぎた後の空は晴れて気持ちのいい日になることも多いです。ようやく釣りに行けるとワクワクする気持ちもわかります。でもその前にチェックしてほしいことがいくつかあります。防波堤や足場は崩れていないか、流木や漂流物が多くないか、水が濁っていないか、急に冷たくなっていないか、また釣り場は波の穏やかな湾内や足場のしっかりした堤防を選びましょう。安全な釣り場選びは超過よりも大切な判断です。行くべきかやめるべきか、台風前夜釣り人の心の揺れ。夜の窓がゴーゴーとなっている。風が何かを巻き上げながら家の壁を叩いている。気象庁のサイトでは台風の接近を何度も警告していた。それなのに釣りに行きたい。行きたくてたまらない。手にはスマホ、ウィンディ、天気予報、潮見表、超過情報。何度もスクロールしては更新を繰り返している。風速13メートルか。ちょっときついな。でもほんの一瞬、風が収まった気がする。いけるかもしれない。心の中で誰かが囁く。今がチャンスだ。誰もいない。あの堤防も空いてるはずだ。濁りが入っている。シーバス入ってる。昨日の雨で流れも出てる。台風前は釣れる。これ昔から鉄則だろ。もう一人の自分が静かに反論する。でも本当にそれでいいのか。何かあったら。誰もいないのは誰もが危険だと知っているからじゃないのか。けれど彼は立ち上がってクローゼットを開けてしまう。ウェーダー、レインウェア、タックルボックス。手が自然と伸びる。いや、まだ決めたわけじゃない。準備だけだ。準備だけ。釣りバッグを背負ったままベランダに出てみる。風がうねりを上げて髪を乱す。空には月が出ていない。真っ黒な雲が遠くの空で光る。やっぱり行かない方がいいか。でもその声はどこか頼りなくて、時計は午前3時を過ぎていた。こんな時間に釣りに行こうとしていること自体、どこかおかしいと彼は分かっていた。けれど釣りは行かないとわからない。今日しかないかもしれない。こんなチャンス逃したくない。そんな思いが頭の中を支配していく。そして彼は家の鍵を手に取った。だがそこでふと止まった。玄関の隅に子供の長靴があった。小さな黄色い長靴。つい先週、一緒に防波堤に行った時の帰り道、また行こうねと言ってあの子は笑っていた。風がその記憶ごと吹き抜けていく。心のどこかでぽつりと何かが崩れた。生きたい気持ちは今までもこれからもずっとある。でもそれ以上に大切なものがある気がする。スマホの画面をスリープにして鍵を戻した。また釣りには行ける。明日も明後日も海はそこにある。でも命は一つしかない。自然の中で遊ぶ釣りは私たちにたくさんの学びと感動を与えてくれます。でもその分、自然を敵に回してしまったとき、思いがけない危険が待っています。釣れる、釣れないではなく、生きて帰ることを最優先に。最後にもう一度、今日の結論をお伝えします。台風が来たら釣りはやめましょう。そして台風が去った後も慎重に行動してください。それが自分の命、そして家族や仲間の笑顔を守る何より大切な判断です。
最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。